市倉橋、広島市から南に50キロほどの位置にある島なのだ。広島県外では知名度も低く、あまり知られていないけど、歴史も古く、自然も豊かで、車で簡単にアクセスできる島。今回はこの島をドライブしながら倉橋の紹介をしていこう。まずこの島はドライブにぴったり、ぐるっと一周する道があって信号も少なく快適。ところどころとんでもなく狭い道があるのがたまに傷だけど、一般的な車やバイクなら通ることは可能。気を使わないとは言う気はないけどね。少なくともマツダロードスターならとても快適なのだ。島の歴史は1200年前の万葉集で読まれるほど古い。天白岸、遣唐使船が立ち寄っていて歌を残しているのだ。また海外へ渡る大型船の造船基地だと考えられ、この交差点を右折してある桂浜に当時の面影や記念碑がぎゅっと集まっているのだ。当時大陸に渡るのは国家の大プロジェクトなので、この島は当時最重要拠点と言っても過言じゃないのである。今では穏やかで平和な島だけどね。歴史はこれぐらいにして、次は特産品について。広島といえば牡蠣だけど、倉橋の牡蠣は広島トップクラス。周辺は潮の流れが速く、身が締まった高品質な牡蠣が育ち、加熱しても身が縮みにくいのが特徴。スーパーで広島県産牡蠣と書かれている牡蠣の多くは倉橋産の可能性が高いのだ。飲食店で使うものも倉橋の可能性があるので、食べるときは気にしてみてね。あの橋を渡ると江田島に行くことができる。そしてこの2つの島の周辺で盛んなのがシラス漁なのだ。テレビでシラスといえば湘南や駿河湾ばかり注目するけど、瀬戸内海もシラスの一大産地。瀬戸内海は生シラスや釜揚げシラスよりしっかり乾燥させたちりめんじゃこが主流。東広島のご飯の上に倉橋のちりめんじゃこを乗せてだし道楽をかける。これで口の中は幸せの味がするのだ。学生時代にちりめんじゃこは大好きでよく食べていたのだ。骨も頭も丸ごと食べるので、カルシウムの含有量が抜群に高く、乾燥させて水分が抜けてい、タンパク質の密度も非常に高い。問題点は今正面に見えているのが少々多い。そう、塩分だね。あれは工業塩なので食べられないけどね。最近はむしろ減塩タイプもあるので、そちらもおすすめなのだ。ぜひ普段の食事に取り入れてみてね。倉橋もいよいよ最後。正面に見えるのは第三温度大橋、そして第二温度大橋。これを渡ると本州に戻ってくることになる倉橋の出入り口なのである。今回の倉橋紹介ドライブはいかがだったかな。かつての国家事業の中心地であり、海産資源が豊かな倉橋。ぜひ次の連休は倉橋まで車やバイクで来てみるのはいかが。島を一周しながら写真を撮ったり、牡蠣や海産物の販売所に寄ってみてね。呉市の観光は車やバイクが必須になるので、そこだけは注意なのだ。それじゃまた次の動画で会うのだ。こんなところに枝が落ちてる。狭い道に落とすのは勘弁してくれなのだ。今回の動画は楽しんでもらえたかな。 YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく、現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら、下の概要欄からカー用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録
コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なので、これからも応援よろしくお願いします。